a place that has created legendary anime for over 50 years, a home to some of anime's most famous creators, Madhouse. What makes this place and the people who have been there so special? 片渕素直と言います。マッドハウスでは大きな作品では、自分が監督したマイマイシンコと千年の魔法、それからブラックラグーンというのをやりました。でもそれだけではなくて、丸山正夫さんにすごくたくさんの仕事を、させられました。Sunao Katabuchi, an anime director known for the quality of his stories and his great attention to detail. He worked alongside director Hayao Miyazaki on Kiki's Delivery Service at Studio Ghibli, before joining Studio Madhouse at its president's request, where he directed beloved works such as Black Lagoon and My Miracle. Let's learn more about how he creates such compelling stories. ですね、僕虫プロダクションにいて、で虫プロダクションでもうその映画が作れるはずだったんですけど、ちょっとなかなか作れないのと、いろんなその事情とかがあったもんですから、同じように映画を作る会社としてスタジオ &C があったんで、そこへ、行ったわけですね。でスタジオ &C の、プロデューサーの田中栄子さんは、それ以前に、魔女の宅急便をやった時の、彼女は LINE プロデューサーだったんで、非常に、よく知ってる間柄だったんで、それで 4°C に入って、その中に森本浩二さんがいて、で森本さんが、その前に「アキラ」をやっていた関係で大友克洋さんの「メモリーズに」誘われたわけです。でそういうことがあってスタジオ &C 自体がそのメモリーズを作ることになって、で僕はだから、途中からそのメモリーズの3話目の「大砲の街」というのから、参加しました。で僕はだからその、一つはその、大砲とかの資料を提供する、僕が持っていたものを、大友さんに提供するっていうことと、それからその大砲の街っていうのはその20分ぐらいあるんですけど、全部ワンカットでできてるわけなんですけど、そのカメラワークを、実現できるのが、多分僕しかいなかったんで、田中さんはだから最初からそれをやってほしかったらしいんですけど、そういうことで、本格的に、メモリーズの中に入っていったわけですね。ちょうどその頃に、丸山さんが僕を探していたらしくて、メモリーズはオムニバスなんですけど、最初の1話と3話は、スタジオ &C で、2話がマッドハウスで作ってたんですけど、同じ作品の中に、僕がいたということで丸山さんが驚いて、で、共通の知人を間に挟んで僕に連絡してきて、一度なんかその話をしに来ないかと言われたんですね。でそれで行ったらですね、一番最初プロデュースの現場に、いろんなその作品の絵コンテとか、脚本とかが来るんですけど、それをこうチェックしたりする仕事をやってくれないかと言われたんですね。でも僕は現場で自分のものづくりをする方が良いと思ったんですけど、その時に丸山さんがじゃあどれをやるかって言われて、マッドハウスで当時、進行中の作品をいくつか、紹介してもらったんですけど、その中で「あずきちゃん」というのを、選んで、小学生の、女の子たちのその日常生活みたいなものを描く。でそれは自分が今までやってきたものに傾向が近かったので、それをまずやりたい。小島さんのことをいろいろどう語っていいかちょっと分かんないんですけど、ずっとだからそのあずきちゃんを一緒にやってたんですけども、あずきちゃんだけではなくてですね、いろんなそのテレビシリーズが入ってきて、例えばカードキャプターさくらとかもそうなんですけども、でそうするとシリーズの一番最初の立ち上がりのあたりは小島さんとか僕とか、あと浅香君とかが、必ずやる1、2話3話ぐらいはその3人でやるみたいな感じになっていました。でその後もだから小島さんのテレビシリーズの絵コンテをやったり手伝ったりはしてたんですけど、非常にだからそういう意味で言うと考え方が近くて、一緒に仕事しやすかったですね。実はですね、日本アニメーションにも通っていて、
ちびまる子ちゃんというのもやっていました。朝日本アニメーションに行って、それからお昼にマッドハウスに行って、それからまた夕方日本アニメーションに行って帰るか、その逆かですね1日100キロぐらい走る感じでした。彼はだから割と無口で、コツコツといろんな仕事を丸山さんから引き受けてやっていたっていうのはありますね。カードキャプターさくらは本来だったらマッドハウスで一番最初にオリジナルの企画になるはずだったんですね。それまでのマッドハウスの仕事はみんないろんなよその会社の企画の下請けとして作っていたわけですが、初めて、マッドハウスとして作る作品になるはずだったんです。でそれをその浅香君が任命されてやってたわけなんで、それなりに、そういうバイタリティとかが丸山さんに認められてたんだろうなと思うんですね。この作品はマッドハウスとして全力を挙げてやりたいって言われて、作画枚数なんかもかなりふんだんにかけてよいよという話だったんですね。でその後に、やはりよその会社の企画っていうことに変わってしまって、そこから先は1話あたり4000枚しかかけられなくなるんですけども、最初の頃は8000枚かけてもよいと言われてたし、で僕はだから3話だから8000枚って言われたら1万枚ぐらいかけてもよいだろうと思ってやってみたら、もうちょっとオーバーしてしまって1万2000枚になってしまったんですけど、だからそういう積極的にそれまでのあずきちゃんなんかが4000枚でやってたのとは、違うように作るべきだなと思ったので、さくらの3話はものすごくたくさん動かしています。あずきちゃんでもその小学生の恋の話をやっていて、でそれから、カードキャプターさくらでも同じようにやっていて、でも別の作品である以上違う表現をするべきだなと思ったので、さくらだったらこういうような表情がありえるだろうなっていうのを考えてやっていたわけですね。ちょっとそこが強調されているように見えるかもしれないですけど、その作品らしさみたいなものを考えようとしていたわけです。だから自分としてはその当時は自分の作風というよりも原作がどういうものであるからそれに対して、だったらこういうようなアプローチの仕方がある、また別の作品だったらこういうようなアプローチの仕方があるっていろんな自分自身の可能性でもあるし、それを探して、それからその原作の可能性と一致させるということを、盛んにしていた時期だったりします。でマッドハウスは特にいろんな作品の傾向のものを同時に引き受けることがあったので、じゃあ作品ごとにどう違うのかっていうのを考えたりとか、あるいは自分の中にあるいろんな方法をそれぞれ別々の方法として出していくっていう、その可能性の開拓みたいなことを、するのにマッドハウスという場所がうってつけだったということがあります。ですね、それまでは僕たちはというかアニメーション僕が始めた頃はまだ、子どもに向けて発信する作品が多く作られたわけですね。で子どもに向けてはあなたの人生はうまくいく、勇気づけてあげる必要があるわけですね。彼らはこれからそういう人生の場所に出ていくわけだから。だけど考えてみたら、もうアニメーションの見る対象が子どもではなくなってきてるわけですね。例えば自分が考えたほどうまくいかない人もたくさんいるわけですよね。そういう人たちのことも考えなければいけないな。でブラックラグーンは、それに本当にぴったりの題材だったと思うんですね。日本でサラリーマンをやろうとしていてうまくいかなかったロック、香港で警察官としてやっていたんだけど、そこから、マフィアになっていたチャンとか、それから、ロシアで、ソ連だった時かな、オリンピックの選手、射撃の選手になろうと思ってたんだけど、軍隊に行かざるを得なくなって、そこからロシアマフィアに入っていくバラライカとか、みんな自分の本来の人生を生きられなくて、東南アジアの架空の町であるロアナプラというところに集まってきているわけですね。吹き流れてきている。でそういう人たち、そこにいる人たちは全員本来生きられたはずの人生を生きていない人たちであるわけですね。中に登場人物のレビーという人はみんな死人なんだ
っていうんですけど、だけどそういうような人生も、実際には存在するわけで、そういうものを見つめていくことがこれから特にその対象、その作品を見せる対象がどんどんその年齢が上がっていくときに必要な考え方だなと思ったわけです。最初シリーズ構成と脚本とかをやるということだったんですけど、それで、丸山さんのプランとしては、ブラックラグーンの中にはいくつもの傾向が違うエピソードがあるんで、それぞれ別々の監督を立ててやっていくっていうことを丸山さん考えてたんだけど、どうもそうじゃないようだっていうことになっていって、で僕の方でもそのシリーズ構成ってやってみると非常によく分かったんですけど、これははっきりとストーリーの縦糸がある話だったんで、それは一人の人間がやった方が良いだろうと思って監督も引き受けることにしたわけですね。ブラックラグーンの時は、そういう準備の頃に、広井さんにマットハウスに来てもらって、でソファーのある、会議室というか応接室みたいなところで2人でソファーで本当の寝転がるみたいにして、いろんな話をして、原作では背景特に風景があんまり描いていなかったんで、どういう風景がある街なんだろうなんていうことを、僕の方でもこういうものが必要なんだけど、でそれを自分で考えるんじゃなくて広江さんから引き出したいということをたくさんやったわけですね。例えばただ、象徴が何もない街だとどこの街と分かんないから、まずそれをシンボルになるものを作りましょうと言って、例えば自由の女神みたいなものが立っているみたいな話をして、ただその自由が損ねられている自由の女神って何なんだろうなと思って、そしたらタイだから仏像で、その仏像の顔が落ちている、顔がなくなった仏像とかどうだろうっていうのを広江さんが言うわけですね。でそれはその時点までは、原作だと4巻ぐらいの頃かな、まだ、それぐらいの頃だったんですけど、それ原作に出てないものなんですよ。まだその時考えたばっかりだから。でそれを僕らの方では映像の中に取り入れていって、でしばらくすると原作の中にも同じものが後から出てきたんですね。でそれがロアナプラの象徴シンボルするものとして、原作とそのアニメーションと両方で、使われるようになっていったり、そういうようなことを、いろいろこういうものがあるだろうとかっていうののすり合わせをやったりして、それからロケハンに行ったような気がします。ロケハンはしたんですけど、丸山さんとしてはそのロケハンに行くからついでに、彼の趣味の一つはいろんなホテルに泊まることだったんですけど、まず最初に香港に行き、それから、南ベトナムに行き、それからなぜか丸山さんの趣味でカンボジアに行き、それから北ベトナムハノイに行ったわけですね。カンボジアでは、あれは何だったっけかな、なんかドリアンじゃないか、なんだっけ、向こうの果物をなんか買って食べながら2人で歩いたりして、思い出深い旅にはなったと思います。これは原作でもそう書いてあるんですけど、ベトナム戦争の時の最後に近い印象って言われていて、なので、まずホーチミン市を見る必要があったわけですね。で、そこが結構大きいと思います。ですね、僕の友人でその軍艦の研究をしている人がいて、で彼が、大量にその洋書、海外の書物で例えば魚雷艇エルコの PT ボートとかの写真集を持ってたりとか U ボートの写真集を持ってたりするので、それをたくさん借りたわけですね。彼大塚義古って言うんですけど、でそれから、趣味で、モデルガンじゃないですけどいわゆる非稼働実銃っていうのかな、実際には撃てなくなってるけど本物の銃ですというのを特にロシア軍の持ってる人がいて、第三次世界大戦が起こってその中世時爆弾とか水爆とか落ちた下で、歩兵が活動するための防護服とか持ってる人がいて、でそれを着たりしてみて、でこれもなんか象徴的なものなのでバラライカに着せようとして21話なんかでそういうのを着たバラライカやその彼女の部下であった人たちの部隊出てきてるわけですね。そんなようなこととか言ってみると、
そこでもある種の近代史というか現代史というか、そこであったアフガニスタンとか、そういうようなところであった出来事をできるだけ作品の中に背負わせたかったわけですね。でそれはだから広江さんもそういうかなり作品のバックボーンを考えていたので、それを、まだ漫画に描かれてない部分とかもたくさんもらって、肉付けしていったりもしていました。ブラックラグーン、僕はだから全部本当は一人でやるわけにいかないんで、言ってみると少し任せても大丈夫な人が欲しかったんで、そういう意味では荒木君は、非常に良かったんですけど、8話9話10話っていうのをやってもらって良かったんですけど、デスノートの企画が上がってそれに荒木君が丸山さんに取られちゃったんでこっちがより大変になったなっていうことであったんですね。9話がブラックラグーンとしては荒木君が自分で絵コンテ描く最初だったんですけど、かなり時間かかってやってたんですけど、考え方が違うんじゃないかって言って、それで、一カット一カットここはこうやるんだっていうのを全部口で説明したりしながら、1日かけて、こういうふうにやり直してほしいということを言ったら、その後はだから一晩二晩ぐらいで彼は全部絵コンテをやり直してくれたりして、でそれがいわゆる9話のロベルタとのカーチェイスみたいなことがある場面だったんですけど、そういうところで彼は彼なりのなんていうんですかね、ブラックラグーンへのアプローチみたいなものを見つけていったんではないかなと思います。アニメーションってそこにないものが描けるわけですね。あるものも描けますね。写真撮ってきてそのままトレースして画面にする人もいます。だけどないものが描けますね。だから昔はファンタジーみたいなものがアニメーションでできることだろうと思っていたんですけども、ただファンタジーって言いながらそこで中で形にするファンタジーの国の家はこういう家なんだろうって言ったら、やはり現実の世界から拾ってきて、デザインするしかないわけです。だったら現実の方がもっと面白いんじゃないかなと思い始めたわけですね。そういうことを考えたら現実なんだけど、現実に昔あったんだけど今もうそこに存在しなくなってしまっているものを描くこともアニメーションのできる可能性なんだろうなと思ったわけです。マイマイ信仰っていう小説の中にも、ここには1000年前には国の都があったんだよって書いてあるんですけど、どんな場所なのか書いてないんですよ。でもそれをアニメーションだったらば描くことができるはずだなと思って、それをむしろ描きたいと思ったわけですね。ある種の達成感みたいなものが得られたわけですね。だから今また新しくそういう平安時代の世界を描き直すっていうことをやって、また新しい達成感を得たいなと思っていたりもします。山口県が舞台なんですけど、僕山口県に全く行ったことがなかったってことがあった上で、ただ架空の町ロアナプラとはちょっと違ってて、はっきりそこに住んでる人もいるし、今も住んでる人もいるし、そこ出身の人もいるわけなんで、はっきりどういう町なのかっていうのをリアルに具体的に把握しないとダメだなと思って、しかしそれは昭和30年、1955年なわけですね。でそれを遡った今ではない、しかしその場所にその時代にあっただろう風景っていうのを再現する、そういうことで、たくさんのことを調べました。マイマイ信仰の時に、平安時代のことをそこで、調べ始めたわけですね。それはマイマイ信仰の原作の小説の中に、信仰という女の子のおじいさんが、今ここは麦畑しかないみたいな、非常に広い麦畑があるだけにみたいに見えるけども、1000年前にはここには周防の国と当時そのエリアは言われてて、周防の国の都があったんだ。でしかも1000年前っていうと、平安時代であるわけですね。で平安時代の周防の神、という人を周防の神、周防の国の長官になった人を調べて、そうすると清少納言という作家、1000年前の女性の作家の、
父親である清原元助という人がそこに長官になって赴任してきた。でその、たまたまなんですけどその人が、住んでいた家が周防で住んでいた家が僕たちがロケハンに行ったら、発掘されていてその場所そのものそこに開いていた柱の穴とか本物のその清原元助が住んでいたあるいはその清少納言も子どもの頃に住んでいただろうっていう家の跡本物を見ることができたわけですね。ですね、山口県防府市の、図書館の館長の人がそういう方言の研究者だったんですけどで彼が、一応全てのセリフを、山口弁で一度イントネーションを再現してくれてるそういう録音したものを声優というか、声を当てる役者さんたちに配って聞いてもらってたわけですね。それから、可能な限り、アフレコの現場にも、立ち会ってもらいました。で一箇所、彼がいなかった日に録音したのがこれが違いますねって言われたものがあったんでただその声優の人はその日にはもういなくなってたんでしょうがないから僕がそれを山口弁で喋ったところがあります。江戸時代のこういうやつですね。枕草子の解説書ですね。上のところに解説が入ってます。枕草子はだから1000年ぐらいかけて、解説が積み重ねられてきているものだったりしますね。で僕らがやってみるとまた新しく覗き込んでみるといろいろさらに解説しなきゃいけないことやすでにされた解説がこれ違うんじゃないかななんていうことが出てきたりとかものなんでほとんどのものはすでにこうやって解説されたものがあるわけですね。でこれはマイマイ信仰の時の枕草子いっぱいこう付箋が貼ってありますけどマイマイ信仰の時のものです。でこれ付箋貼ったのはこれを音楽のコトリンゴさんに渡して、そういう枕草子のこういうところから言葉を拾って、主題歌の歌詞の参考にしてくれないか。で歌詞の中にだからマイマイ信仰の歌詞の中にはたくさん枕草子の言葉がそのまま入ってますね。でマッドハウスでやると大体同じメンバーで全員で1本ずつ作るんでそうすると藤田君なんかはだから必ずいるんですよ何やってもそこで関わってくるわけなんですよね。マッドハウスの作品は本当にその1本作ったらそのスタッフが他のも作るみたいな風にしてやってるわけですね。マイマイ信仰なんかはそういう意味で言うと室井文江とか勝木さんとか、ブラックラグーンのスタッフもそのまま入ってたりもするわけですね。ブラックラグーンで演出やってた人たちに、部分的な演出なんかを頼んだりもしてるわけです。だから全員で常にやるみたいなのがマッドハウスの、作り方だったように思うんですね。それまではそのマッドハウスでどこかから仕事を受けてそれをDR ムービーに、さらに下請けに出すみたいな形が多かったんですけど DR が直接受注して、自分たちの作品として作るという仕事が始められることになってでその時に僕と丸山さんで、こんな風にしたら自分たちの作品作れるよっていうのを言いにそれからその出来上がったラッシュとかを見に、韓国に行ったりもしていました。だからそういう意味ではその DR の人たちも常にマッドハウスの人と一緒にやってたしそれもマッドハウスの仲間の一つだったわけですね。DR の社長さんはジョンさんはよく、マッドハウスに来て一緒にご飯食べたりもしてましたし MM9 という企画をやっていたんですけど、マッドハウスでやろうとしてたんですけどこれが、ちょっといろんな関係でうまくっていうか、実現しにくくなってきたのでその代わりとして僕が提案したのがこの世界の片隅にだったんですけどでちょうどその頃ですねマッドハウスが日本テレビに買収されてた直後だったんです。なので2人でマッドハウスを辞めて2人でマッパーを作った。で僕がだから、マッパーに入らないで、少し外側にいて自分の事務所を作ってそこで
マッパと、関わるのがいいんじゃないかっていうのが丸山さんの、アドバイスだったんで、そのサジェッションに従って自分の事務所を作って、やってるわけですね。僕がいた時のマットハウスと今のマットハウスは違うわけですね。僕がいた時は、あくまで丸山さんが、いろんなクリエイティブの中心にいたわけです。全ての脚本を見る、全ての絵コンテを見る、それから全ての、アフレコなんかに、立ち会う、そうやってその全てのそのクリエイティブなコントロールをするのが丸山さんで、僕なんかはだからそこに、ある種のその丸山さんの、信頼関係、丸山さんとの信頼関係みたいなところでそこに加わっていたわけですね。だからその信頼関係がそのまま今、マッパに、移行してきているわけです。Our interview with Sunao Katabuchi has come to an end. In our next episode, look forward to an interview with the director behind many blockbuster anime, Death Note director Tetsuro Araki.